はい、皆さんこんにちは。今回はですね、金チケット武器についてやっていきたいと思います。数が多いので、これは、全然ダメだよっていうのはもうさっと流して、これはいいよってやつは逆に強めに解説していくっていう風な感じでやっていきます。せっかくなんで日本軍から。まずですね、このタイプ兵営型の拡張マガジンタイプです。今は、セミオートで4式小銃っていうのが出てきているので、これと交換する必要はありません。次。姿勢1型のサブマシンガン。これもシグ1920とか姿勢2型っていう優秀な武器があるので、これと交換する必要はありません。で、次がこの FN モデル1930なんですが、これは重要です。こんな感じで強力なマシンガンっていうのが現状日本にはありません。他の軽機関銃である11年式とか97式、96式と比べても発射レートが1段階高くて、770毎分っていうスコアを持ってます。射撃モードにオートスローっていうのを持ってるんですよ。なので連射状態を維持したまま精度を上げて射撃するっていうことも可能になっています。で、もう一つ隠し要素として機関銃の移動速度ナーフっていうのがあります。これは他の11年式とか97式っていうのはそれを装備してると移動速度が 50% ダウンっていうナーフがかかるんですけど、この FN モデル1930ってやつは 25% の減衰で済みます。あとは照準が見づらい96式と比べて視界が非常にクリアで敵が見えやすいっていう利点もあります。そういった狙うっていうことに関してはサイトを覗く速度も他の3つの機関銃に比べて倍の速さになっているので、接近戦とかでアサルトライフルみたいな立ち回りもできるっていう、そういう武器になってます。なので日本軍を強化したいっていう人にはこれがおすすめですね。ノルマンディーキャンペーンのドイツ軍でも手に入ります。はい、では次アメリカ軍いきます。これがハイドモデル35っていうのが売ってますが、これは他のトンプソン系がもっと優れてるものがあるので、これと交換する必要はありません。で、次が、M3、グリスガンの消音モード、サプレッサーモードのやつなんですけど、グリスガンと性能的に変わらないので交換する必要はありません。で、次が、これはいかにもサブマシンガンの見た目をしてますが、実際はセミオートライフルなので、7.2 ダメージのセミオートライフルっていうことで、1対1の状況でも勝てないので、絶対に交換してはいけません。で、次が M1E5 ガーランドってやつなんですが、これは通常の M1 ガーランドと比べても威力が低い上に、垂直水平反動とも普通のガーランドの方が優秀です。なので交換すべきではありません。ランチェスターのモデル1、姿勢型みたいなやつなんですけど、発射レートがめちゃくちゃ高くて920発っていう爆速なんですよ。リロードも 2.3 秒。ここまではいいんですけど、問題はマガジンですね。32発弾倉しかないので、この920発っていう連射性を生かすことができません。頻繁にリロードが必要になってくるっていう武器です。で、次がウィンチェスターオートマティックライフル、通称 WAR って言われるものですね。これは軽機関銃なんですけど、通常キャンペーンで手に入る M1918A2 の方が連射性リロードが優秀です。あとこの銃は視界をちょっと塞ぐような形になっているタイプの銃なので、 M2 カービンみたいにそういった系統なので、ややね視界が見づらいっていうのがあります。で、次がチュニジアキャンペーンの方の連合の方に行ってもらって、このライフルなんですが、アメリカ軍はなんといってもその M2 カービンがあるので、こういったものに金チケを使うのはもったいないかなというふうに思います。おすすめしません。で、これは内容的には一見通常キャンペーンで手に入る M1A1 トンプソンによく似ています。こっちが20発弾倉で、さっきの通常キャンペーンの方が30発弾倉なので、普通のキャンペーンの方を使う方がいいです。で、次がなんとかコマンドカーバインってやつなんですが、ダメージが 9.4 しかないので本当に使い物になりません。おすすめしません。で、次がソ連軍ですね。ソ連軍にはちょっと面白い武器が一つあります。まず PPD1929 ってやつですね。これが、サブマシンガンなんですけど、ダメージ 6.6 で連射速度1100でかなり速いです。ただ弾数が44しかないので、この連射性についていけません。なのでおすすめしません。で、次が PPD ブラミットっていう消音セットなんですけど、連射速度1040ってかなり高いレートで、マガジンもちゃんと71発あるので、その連射性にちゃんと耐えれるっていう形になってます。ただソ連軍はこういった武器をわざわざ金チケで買わなくても、通常キャンペーンで優秀なサブマシンガンが手に入るので、そういった面ではわざわざ使わなくてもいいのかなっていう風なあれがあります。で、これ拳銃ついててかっこいいんですけど、リロードが 7.2 秒っていう風な感じでかなり遅いです。実戦では相当苦労します。
で、次はこの LAD っていう武器なんですけど、見た目はこう軽機関銃みたいな見た目なんですけど、サブマシンガンに分類されている銃です。ダメージも 6.6 っていう形でサブマシンガン標準のスコアになってます。連射性が690で、優秀で、反動も小さいので使いやすいです。リロードが 5.0 秒ってかなり長いんですね。150発弾倉っていうかなり変わった銃です。ソ連軍で面白いのが1個あるって言ったのがこの RMN50 です。手持ちの迫撃砲、対歩兵用の迫撃砲っていう形になってます。グレポンの方は威力がどの国のものも20で統一されてます。で、こっちの RMN50 っていうのは21ってほとんど変わんないんですけど、大きく違うのが効果範囲です。グレポンの方は効果範囲が10メートルなんですけど、こっちは14メートルなので 1.4 倍の面積になります。で、イメージ的には 2,3 人の敵をこうキルするっていうことが多いんですけど、うまくはまると最大で一度に 5,6 人の敵をこうバーンって倒すっていうような銃です。で、最後はドイツ軍なんですけど、これはサブマシンガンでダメージは標準的な 6.8 っていうスコアで、連射速度は640なので十分使えるレベルです。で、ちょっと変わってるのが32発弾倉ってなってるんですけど、そのマガジンを一度に2本差しして使う銃なんですね。で、1本目を使い切るとすぐに2本目に切り替えてっていう形になるんですよ。リロードタイムが 2.9 秒ってなってますが、1本目を使い切って2本目に移る時にかかる時間は 1.4 秒です。ド派手なパフォーマンスは持ってないんですけど、しっかりと使いやすくて強いっていう銃です。で、次のエルマ EMP のこのサプレッサーの消音モードの銃ですね。水平ハンドがね、16なのがちょっと気になるかなっていう銃です。で、これ自体も使いやすい銃の一つなんですけど、他にももっと優秀な銃があるので、そっちを優先した方がいいかなっていう感じです。で、次がこの悪名高いアーティラリールガーですね。これはセミオートでダメージ 6.8 のちょっとでかい拳銃みたいな感じです。もう絶対に交換してはいけません。で、次がこの MKB42 ってやつなんですけど、これはドイツ軍最強のアサルトライフルの STG44 とか MP43-1 とかっていうようなアサルトライフルの介護官に当たる武器です。で、その STG44 とかをアンロックするまでにはものすごい、長い時間かかるので、序盤を有利に進めるっていうためによく使われる銃です。なので STG44 をもう持ってるっていう人がわざわざ金チケットを使って買うような銃ではありません。コンダスは全ての武器のランクでもトップ5に入るぐらいの武器なので、間違いなく強い武器です。なのでまとめると、国関係なく金チケでとにかく強い武器が欲しいんだっていう人はコンダスを買ってください。日本軍を強くしたいんだっていう人は FNN モデル1930を買って持たせるといいかなというふうに思います。で、序盤を有利に進めたいっていう人はさっきの MKB42 をで、自分はソ連軍に特別な思いがあるんだ、ソ連軍をとにかく強くしたいんだっていう人は PP シュピタリニーの1940を買うと弾持ちが良くって継戦能力が高い武器を手に入れることができます。今回みたいにこういう隠し要素については投稿したい内容がたくさんあるので、今後もいろいろやっていきたいと思います。てな感じで今回は金チケット武器についてやってきました。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画で。